皆さんこんにちは。前回の動画に引き続き PMDG777-300ER の解説をしていきたいと思います。この動画では羽田空港の離陸から伊丹空港の着陸までお届けしたいと思います。前編の動画もありますのでぜひご覧ください。現在ランウェイ22に向けてタキシングをしている最中です。離陸前にもいくつかセッティングがあるので詳しく解説していきたいと思います。まずはじめはタキシングについて話していきたいと思います。この777ではスロットルをですね少し上げただけでもスピードの方が上がりやすいので、一度スロットルを数パーセント上げてからアイドル状態でもいいと思います。直線のタキシングではだいたい20ノットほどで走行し、カーブを曲がる際はだいたい10ノットぐらいまでは速度を落とします。タキシング時の速度は PFD と ND の画面に GS と表示され、グランドスピードの略になっています。現在何ノット出ているかはこちらから確認できます。またダッシュ 300ER は機体が長いため、上がるときはですね少しオーバーステアリングにしてメインギアがタキシーラインをそれないように注意してタキシングしていきます。ここで羽田空港のチャートを少し見てみましょう。チャートの方はナビグラフを購読している方は見ることができます。タキシウェイリストリクションズ for Boeing 777-300 ダッシュ 300ER ですね。こちらの方を開いてみましょう。このチャートでは777のダッシュ300とダッシュ 300ER が走行できる場所と走行できない場所などが記載されています。緑で示されている誘導路はこのダッシュ 300ER もタキシングできる箇所になっていて、黄色でマークされている部分はオーバーステアリングで通らなくてはならない場所になります。続いてこの3つ目の赤い表示ですね。この部分では今タキシングしているこの機体では走行できない誘導路となっています。第2ターミナル側のマイク2であったり、その他にもですねいくつか通れない部分があります。ぜひナビグラフを有料で登録している方はフライパッドの方からチャートの方が見れますので一度確認してみてください。それでは引き続きタキシングに戻りましょう。次にウェザーレーダーとテレインの方を左右のディスプレイに表示させておきましょう。またビフォーテイクオフチェックリストも済ませておきましょう。フラップ5でチェックが入っていれば問題ありません。ランディングライトをつけていきます。レフトとライトとノーズ3つそれぞれ機能しますが、クリックスポットとしてランディングと書かれたロゴをクリックすると3つすべてのランディングライトがオンオフにできます。あとはストロボライトもオンにしておきましょう。さらに TCAS の方は TARA にセットします。現段階では TARA にセットしても TA オンリーと表示されますが、今後のアップデートに期待しましょう。シートベルトサインを数回押し離陸の合図をしておきます。ライトサイドファイナルクリア、レフトサイドクリア、左右の確認もしておきましょう。滑走路にラインナップする場合も若干行き過ぎたぐらいでティラーを操作するとランウェイヘディング正面に向いてくれます。離陸の許可をもらいました。早速これから離陸していきたいと思います。まずスロットルを 50% ほどまで上げトガを押していきます。トガを入れる際はスロットルのこちらの部分か MCP パネルのネジの部分を押すとトガに入るようになります。コントローラーやキーボードに割り当てる場合はコントロールオプションズのサーチバイネームのところにオートスロットルトガと入力すると検索できるようになります。それではスロットルを 50% ほどまで上げていきましょう。次にトガを押します。これでオートスロットルとなり自動的にテイクオフスラストにセットされます。ラダーで調整しながらセンターラインをキープしていきます。PFD のスピードテープに VR が来たら機種を上げていきます。V1、VR、正常に上昇したらギアを上げていきます。ギアレバーを操作するかキーボードの G を押します。
機体が長いため機首を上げすぎるとテールストライクが発生します。そのためこのダッシュ 300ER ではタイヤが地面を離れるまではピッチ角は10度を超えないように操作していきます。ダッシュ 200ER などは12度になります。ランウェイターンオフライトとタキシーライトをオフにします。マニュアルで少し飛ばす場合は FD フライトディレクターを追従していきます。クロスしている FD の真ん中をできるだけ維持していきましょう。オートパイロットの方を入れていきましょう。オートパイロットは MCP パネルの左右についています。どちらをオンにしても問題はありません。続いてフラップを上げていきます。PFD のスピードテープに表示されている数字が横に来たらフラップを1にセットします。さらにフラップの方をアップしていきましょう。フラップの方も格納したらアフターテイクオフチェックリストをしていきましょう。ランディングギアとフラップの方がアップになっていればアフターテイクオフチェックリストコンプリートです。1万フィートを超えたのでランディングライトをオフにします。また1万フィートを超えるとさらにスピードの方を加速していきます。 PFD の左上の数字は現在オートパイロットで設定されている速度がマゼンタで表示されています。また右側の2万と書かれた数値は現在 MCP パネルでセットしているコードになります。ディスプレイのその他の説明はまた後ほど行いたいと思います。14000フィートを超えると QNH が黄色く表示されます。バロのスタンダードを押します。日本では14000フィート以上を飛行する場合、標準気圧値を基準として QNE で飛行するようになっています。15000フィートからはフライトレベル150と表記されます。続いて巡航コードのフライトレベル320にセットしていきます。またシートベルトサインの方もオートにしておきましょう。オートにしておくことで1万フィート以下になると自動的にオンになります。先ほどのディスプレイの説明の続きをしていきたいと思います。現在はオートパイロットで設定された317ノットで巡航高度の3万2000フィートまで上昇中です。設定されたオートパイロットの速度はスピードテープ上にもこのようにマゼンタで表示されます。次に左下にはマッハのスピードが表示されますが、速度が遅い時はグランドスピードが表示されるようになっています。続いて右下ですが、先ほどスタンダードに切り替えた高度計の気圧になります。さらに高度計の右に表示されているのは昇降計になります。機体の上昇率や降下率などを表示してくれます。また PFD の一番下にも方位が分かるようにコンパスがついています。次に ND の方も少し見ていきましょう。現在の時期を表しているのがこの三角形になります。その先に TC と表示があるのがトップオブクライムになります。巡航高度に設定した3万2000フィートに到達する地点になります。さらにグリーンで円弧が表示されていますが、これも MCP でセットした高度に到達する予想を表示しています。そのためトップオブクライムと円弧の方はほぼ同時に表示されると思います。また左上は GS グランドスピードが表示され、その隣にはトゥルーエアスピードが表示されます。グラウンドスピードの方は地面に対してのスピードになり、トゥルーエアスピードの方は様々な補正を加えたスピードになっています。さらに右側の表示は次のウェイポイントまでの距離を表しています。さらに先の方ですが TD と書かれたトップオブディセントの表示も出ています。これはコードセレクターの方であらかじめ降下コードを設定しておくとトップオブディセントに来ると自動的に降下してくれます。後ほど降下時のコードの方もセットしていきます。まもなく3万2000フィートでちょうどトップオブクライムになります。この後は巡航中に降下の準備をしていきましょう。まずチャートの方を少し見ていきましょう。今回スターの方がイコマイーストアライバルでアグバックを通り未来で6000フィートアバーブ、
さらに安倍の通り、生駒という流れになります。次にアプローチチャートの方も見ておきましょう。今回のアプローチが ILS ランウェイ32レフトになります。チャートを見ながらセットアップの方もしていきましょう。まず ILS のフリーケンシーが 110.1 インディアシエラキロになります。フリーケンシーの方は FMC の方のナブラジオの方で確認ができます。後ほど 110.1 になっているかを確認しましょう。次にファイナルアプローチコースが322になります。グライドスロップのキャプチャーは生駒を過ぎてミドとの間ぐらいにはキャプチャーすると思います。次にミニマムの DA が281になります。 DA とはディジションアルティチュードといって決心高度と言われています。この DA までに滑走路またはアプローチライトが視認できなければゴーアラウンドしなければいけない高度になります。それでは早速ミニマムの方をセットしていきましょう。ミニマムのバロの方につまみを寄せて PFT のバロと表示が出たところに281にセットしていきます。これで着陸直前にミニマムとコールアウトされます。次に滑走路に設置後自動的にブレーキが動作するようにオートブレーキをセットしていきます。今回はオートブレーキ3でセットします。さらに今回トップオブディセントが来て自動的に降下するようにアルティチュードをフライトレベル240にセットします。この時点でファイナルアプローチフィックスの3500フィートにセットしても大丈夫です。またトップオブディセントまでの距離は VNAV ページから確認することもできます。上部の 2TOD と書かれているところの下に降下開始の時間と距離の方を確認することができます。次にアプローチリファレンスページから着陸時の速度を入力していきます。今回はフラップ30の VLF が137ノットでプラス5ノットでいきたいと思います。リコールの方も確認しておきましょう。リコールの方も特に問題なかったのでこのままディセントチェックリストを行っていきます。次にこのノートですが、システムに何かしら問題があった場合、故障などがあった場合はチェックリストの方に情報が表示されることがあります。今回こちらの方も特に問題はなかったのでノートの方にもチェックを入れておきます。次にオートブレーキは3でセットしました。次にランディングデータになります。 VLF とミニマムの方を再度確認しておきましょう。 VLF が137のミニマムが281になります。確認後ランディングデータにもチェックを入れます。次にアプローチブリーフィング、こちらもコンプリートでチェックを入れておきましょう。これでディセントチェックリストはコンプリートになります。トップオブディセントを過ぎ降下するにあたりスロットルの方もアイドルの位置に変更されます。現在フライトレベル240に降下中です。降下を開始すると ND 画面に VNAV パスポインターが表示されます。マゼンタでひし形のポインターが中央に来るように機体が降下率を調整します。これは FMC が算出した飛行経路の VNAV パスの位置を示しています。さらに高度の方をフライトレベル150まで降下していきます。大阪の伊丹空港の天候の方はアプローチ付近に多少雲はありますがおおむね良好な天候のようです。もうそろそろシートベルトサインの方もオンにしておきましょう。さらに高度を8000フィートにセットしていきます。iCAS ディスプレイの方に FMC メッセージが表示されました。 FMC の方にはトラックリクワイヤードと表示されています。これは FMC のスピードに対して速度の方が上回っている時に表示されます。スピードブレーキを使って減速させていきましょう。また14000フィートを下回るので高度計の方を QNH に切り替えます。バロのスタンダードを押して QNH に切り替えます。キーボードの B を押すことで現在の QNH にセットすることができます。もしくはあらかじめこのノブで QNH をセットすることも可能です。
もうすぐ1万フィート以下になるので、少し早いですがランディングライトもオンにしておきます。さらに高度の方をファイナルアプローチフィックスの3500フィートにセットします。またこの後 ILS がしっかりとキャプチャーできるようにナブラジオのページからオートチューンされているか確認していきましょう。 ILS32 レフトの 110.10322 がオートチューンになっていれば問題ありません。飛行中などはフライヘディングとして正面にヘディングを合わせておきましょう。また ND のレンジなども見やすいように調整します。もうそろそろスピードの方も落としていきましょう。 MCP のスピードノブをプッシュして速度をフラップアップスピードまで落としていきます。速度が上がるのでスピードブレーキなどもうまく使っていきましょう。さらに PFD には白いひし形でローカライザーがアライブになっていることが表示されています。この後ローカライザーとグライドスロープをキャプチャーして降下していきます。次にフラップを1にセットします。スピードの方もフラップス1スピードにセットします。次に MCP のアプローチをプッシュします。これで FMA の方にはローカライザーとグライドスロープがアームドになりました。早速ローカライザーの方ですね、キャプチャーしました。これで横方向はローカライザーによって誘導されます。続いてグライドスロープの方もキャプチャーされました。このまま降下しながら滑走路の方を目指していきましょう。フラップを5にセットしていきます。さらにスピードもフラップス5スピードにセットします。続いてアプローチチェックリストも済ませておきましょう。アルティミターの方を確認したらチェックを入れておきます。グライドスロープをキャプチャーしているので万が一ゴーアラウンドした時のために5000フィートをセットしておきます。はい、そろそろギアを出していきます。ギアダウンフラップス20。ギアを出したらランウェイダウンフライトとタキシーライトの方もオンにしておきます。スピードの方もさらに減速させていきます。さらにスピードブレーキはアームドの位置にセットします。次にフラップを30にしファイナルアプローチスピードの142にセットします。次にランディングチェックリストも確認しておきましょう。すべてチェックが入っていればランディングチェックリストコンプリートです。あとは着陸のみになります。もう少ししたらオートパイロットを外してマニュアルで下ろしていきます。オートスロットルの方はこのままオフにしないでも自動的にアイドルになるのでオンのままで大丈夫です。はい、それではオートパイロットを切っていきたいと思います。オートパイロットを切る場合はキーボードの Z でも切ることができます。着陸の方は PFD でスピード、方位、高度も確認しながら滑走路左側にあるパピーの方もできるだけ赤赤白白になるように降下していきます。チェック。
チェック。ランディング。50, 40, 30, 20, 10. 設置するとスピードブレーキの方は自動的に展開します。トルでリバースに入れます。60ノットになったら逆噴射を止め、マニュアルでブレーキを操作していきます。オートブレーキの方はオフにしておきます。もう不要なものは全てオフにしていきます。オートスロットルアームスイッチや FD もオフにします。スピードブレーキはダウンの位置に戻し、フラップはアップの位置に戻します。その他テレインであったりウェザーレーダーの方も全てオフにしておきます。3-2ライトの方をクロスするので、ランディングライトとストロボの方は後ほどオフにします。ランディングライトとストロボの方をオフにします。また T キャスの方はスタンバイの位置に戻しておきます。 APU の起動には少し時間がかかるので、この時点で APU をスタートさせます。タキシーライトとターンオフライトをオフにします。ブロックインが完了したらフットブレーキを踏みながらパーキングブレーキをセットします。次にエンジンを停止する前に MFD のエレクトリックページで APU のジェネレーターが動いていて電力を供給可能な状態であるか確認します。しっかりと APU ジェネレーターがグリーンで表示されているのでエンジンを切っていきます。次にフライパッドのグランドオペレーションズからホイールチョークをセットします。またグランドパワーの方もつないでおきましょう。次にシートベルトサインやビーコンライトもオフにします。アンチアイスの方もオフにして大丈夫です。ハイドロはエレクトリックポンプの C1 と C2 をオフにし、その下は全てオフにします。フュエルポンプの方も全てオフにします。さらにウィンドヒートの方も全てオフにしておきます。現在ホイールチョークの方をセットしているのでパーキングブレーキの方はリリースしておきます。次に外部電源をつなぎ APU の方はオフにします。IFE パスキャビンも両方ともオフにしておきます。この後はシャットダウンチェックリストになります。パーキングブレーキ以外にチェックが入っていることを確認します。パーキングブレーキの方はリリースしてチョークで止まっているのでこちらにチェックを入れて終了となります。最後にセキュアプロシージャーを行います。まず ADIRU をオフにします。次にエマージェンシーライトをオフにします。一番最後に左右のパックをオフにします。この後セキュアチェックリストを行っていきます。再度パックの方がオフになっていることを確認しチェックを入れます。これでセキュアチェックリストは終わり、機体をコールド&ダークの状態に戻して終了となります。まずナビゲーションライトをオフにします。その後エクスターナルパワーをアベイルにします。一部電力が落ち、現在はバッテリーの電力で動作しています。最後にバッテリーのスイッチをオフにします。これでコールド&ダークの状態に戻りました。ここまでお疲れ様でした。これで完全にシャットダウンの状態となり終了となります。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。今回は前編と後編で
チュートリアルの方を作成してきましたが、今後もですね MSFS の様々な動画をお伝えしていきたいと思います。気に入っていただけましたらチャンネル登録の方お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。